海よ泣きたい時は Just right 泣けよ姉ちゃんこれからは一人でじっと我慢しないで全部 alright 泣けよ姉ちゃんせっかくだせっかく生きてる限りはへめぐるでイライラムカムカカーッとムカついたもんを思いっきりカーッとこう発散させてその後でぐじぐじドロドロメソメソダラダラ泣いてそしてもう私も悟っちゃったしこんな世界なんて私には用がないっていうかこの世界は私に用がないっていうかみたいな退屈状態になってこういう闇の循環をしてる人たち同じ命のへめぐるエネルギーで好循環を世の中に生み出すことができるもんでな誠のって地の道通して誠のりと棚添えてライフスタイルを変えりゃいいだ命はどうせへめぐってるもんでそれをへめぐる命をドロドロやみくもにへめぐっててもしょうがねえしもう一つなへめぐる命を阻止しちゃいけねえだせっかく炎症を起こしてる命に抗生物質を投与するなっつうことがんで死ぬ方たちのほとんどの方たちはがんで死んでるんじゃありません確か 80% 以上の方は肺炎で死んでますどういうことかっつうと抗生物質がんでどっかに負担がかかってるでじゃあ首を切りゃがんも消えるらってそういう発想ほとんど命全体のやる気免疫力を全部潰してしまうだ抗生物質だで外から入ってきた雑菌に対応できなくなって肺炎を起こして死んでいくだ抗がん治療を受けた方たちってのはどうよこれ命の力免疫力を奪われて肺炎になって死んでいくだえさてごほごほ咳をしていた方たちが抗生物質を与えられたらどうなるかやっぱり肺炎になって死んでいくんじゃねえだかえそういう医療事故がどのぐらいあるかまあわしは知らねえな咳をしていた週に抗生物質を与える免疫力がなくなる肺炎を起こすそうやって死んでいっていいだわしらせっかく炎症を起こして排泄してるだもの排泄しきったら緩むだよ炎症を起こしてな心の内側のこの血の道が緊張して心の内側の血の道が炎症を起こしてこれから心からいらねえ毒素を排泄しようとしてるときここが張ってるときそのまんま苦しくて自殺してしまう人たちがいるだせっかく炎症を起こしてその後心の内側からいらねえ毒素余ったものを排泄してその後すっきりするだよ実はなんだ自分が毒素を溜め込んでただけで世界はこんなに素晴らしい明るい晴れやかだ自分はこんなに力を開いて夢を叶えていくことができるってその段階に行く前に心が炎症を起こしてるだけなんだわ自殺しようとしてる方たちはそれを知らないでプロセスを止めてどうするだこのプロセスを止めてしまうのが結構多くのお薬だったりするこの炎症に寄り添って棚添えてさらに炎症を加速させて排泄してもらえばいいだよずら排泄してもらえやそっから命がまたキラキラピカピカに生まれ変わったにそれを待てないで
知識が技術がなかったゆえに、ただここを緩めりゃいいだけだったに、排泄すりゃいいだけだったに、自殺しちまわないでくれやってこと。炎症排泄はへめぐって経過できるで。ジーザスさんもそのこと言ってるだ。今悲しんでいる人は幸せだよ。泣いてる？悲しんでる？炎症を起こしてる？死にたがってる？みんな実は幸せなんだって。晴れるってことは、心が晴れてるってことはいずれ晴れるってことだで。今幸せだって思ってごらん。炎症を起こしてるだで、悲しんでるだでってジーザスが最初に人前に出てきて人に話したのはこれだっただ。ジーザス・クライストはこれを言ってたよ。悲しんでる人は幸いだ。笑うようになるって。当たり前の命の常識を言ってただ。悲しんでる人はもうちょっと楽しんでいい。幸せだと思って楽しんでいい。心が晴れてるだで。晴れたら昔はお赤飯炊いただ。1年働いた週が東北で温泉湯湯地に行くだ。米持って家族で。1ヶ月くらい毎日温泉に浸かるだよ。そうすると1週間ぐらいお風呂に浸かってると、もうどんどん命が敏感になっていって、鈍感なままにいろんな仕事を頑張ってこなした、あっちこっちに溜まってた毒素が、いらないものが、余ったものが炎症を起こすだよ。これ面源現象って言われてるね。昔はこれは晴れるって言ってた。単に命が晴れたっていうんで、みんなめでてーって言って特別に持ってったもち米で赤飯炊いただ。誰か家族のもんが炎症を起こして熱出す、寝込む、立ち上がれなくなる。すべてこれ、命がようやく晴れてバージョンアップして、これを経過すりゃみんな元気になるってことを知ってたもんで、お赤飯炊いて、はい、あんたは今炎症を起こしてて食欲がないで、こんなごちそう食べられないでね。って近くで赤飯炊かれると、たちまち経過して元気になっちゃうだ。そういう知恵も含めて、昔は温泉湯湯地に行ってね、命が一旦晴れ上がるのを大歓迎してただよ。命が晴れ上がったらどうなるか。次にいらねえものを排泄して、心も同じだえ。心が炎症を起こしてもう最悪ってなったところから素晴らしい歌が生まれてきてるだえ。みんなが聴いているその喜納昌吉さんのアジア中の国々でね、花っていう歌は自分の国の歌だと思ってるだ。みんなアジア中に広がった沖縄の花って曲は刑務所で生まれただ。心が炎症排泄を経て歌が生まれただ。同じようにボブ・ディランもジョン・レノンも今清志郎さんも宇多田ヒカルさんも米津玄師さんも間違いねえ。みんな心が炎症排泄を起こして、それで歌を生み出してるだ。そりゃあもう宇多田ヒカルさんや米津玄師さんの歌詞を聴きゃわかる。みんな心が炎症を起こして、もうどう対処していいか分からねえ時に歌って踊って晴らすだよ。晴らし方を覚えただ。ただぐじぐじメソメソしてるんじゃなくて、歌っちまうことにしただ。歌にすることにしただ。歌って思い切り大声出してシャウトして、そして歌いながら泣くことにしただ。これが文化。有効な、今生きてる、今高校生たちが知ってみりゃこれぞ俺に必要だった、私に必要だったって言ってくれるような高校生にとって必要な文化。命が伸び盛りのおじいさんおばあさんだって命が伸び盛りの人は同じだよ。命が伸び盛りの思春期の人たちがこれこそ俺たちが求めていたものだって、そうやって受け取ってくれる文化ってのは、みんな心地よく晴れやかにへめぐっている命から生まれてくるだ。で、どうやったら心地よく晴れやかにへめぐるかっていうので、それぞれ見つけて習得しただ。歌を、作曲、小説を、演劇を、ダンスを、そして後藤家ワニ先生は漫画を、それぞれ晴れやかに、心地よく晴れやかにへめぐって、さらに世の中を晴れやかにしていく方法を漫画の中で怒り、悔しがり、励まし、そして泣き、
感動し、で穏やかな呼吸になってみんなで和らぎ、また敏感になり、そのプロセスがどれだけ多く歌の中に、ダンスの中に、漫画の中に、アニメの中に出てくるか。晴れやかに命へめぐる文化、それを生み出す側になるんだったら、晴れやかにへめぐって暮らしゃいいだ。どうでしょう。東北南蛮の国々では、我々肌の色濃き者らを奴隷として売り買いしておると聞く。人々はお互いの縁と絆を忘れ、己の利しか目に入らず、使い捨てるがごとくに鳥獣らの尊き命を虐げ、奪い合い、貪っておると聞く。見宝が足りておらぬようじゃ。まこと乗っておらぬから、血の道通しておらぬから、棚添えておらぬから、そのように痛ましく惨めなるガキ道に落ちてしまうのじゃ。ここは一つ、彼ら南蛮人の言葉をよくよく学び、見宝を彼らの間へ普及浸透させるのはいかがでござろう。さすれば彼らもさもしい欲にとらわれず、一つながりを重んじるようになり、雨土に有り余る富を、海幸山幸を貪り奪い合うような真似もするまい。南蛮諸国が自らを滅ぼさずに済むよう、見宝をお届けして差し上げるのじゃ。見宝をお届けする。見宝を身につけていただく。そのためにお主が今すぐできることがあるはずじゃ。見宝をお届けする。見宝を身につけていただく。これ、そこのボブ・マーレー。そのためにお主が今すぐできることは何か言うてみ。オッケー、行くぜ。してない人はここでチャンネル登録よろしくね。うっかり忘れていた人たちもここでチャンネル登録をよろしくね。トンネル登録もよろしく頼むぜ。はい、ここ行こうか。できる？あ、覗けるよこれ。話して。はい。下からもみっけ。大丈夫？大丈夫？はい、じゃあパパ登る。
しょうね。はい、倒れてきたら大変だからそっち行こう。倒れちゃうんだもんだってこれ。危ないだろうこれ。登るだろう人が。パブリックアートをちゃんとせえ。あと言っとこう、美術館の人にこれうっかり登ると倒れるからねって。下敷きになった時美術館はどうすんだ以外にちょっと後で言っとこう。危ねえだろこれ。登りたくなるだろ。登って倒れたらどうすんだよ。ね、あーちゃん、じゃあここ行こう。後でこれ作った人叱っておくからね。いた。これ本を読むステージ。ここに絵本、ずーっと絵本ばっかり読んでたらこういう人になっちゃった。でしょ。たーちゃんもシワバタに出ないで絵本ばっかり読んでるとこういう人になっちゃう。そうそう。絵本ばっかり読んでる人、漫画ばっかり読んでる固まっちゃってるもん。本ばっかり読んでるから顔がこんなに長くなっちゃった。パパより顔が長いよね。似てるよねパパにちょっと。この人は絵本読んでこうなってて、これブラックジャック読んでるね。これ倒れないから確かめてからでないとね、こういうの乗れなくなるんですけど。消えるみたいです。来ましたー。お店遊びたい。たーちゃん、おっぱい。でっかいおっぱい。でっかいおっぱい。乳搾り。えい。ピュー。えい。ピュー。えい。ピュー。おっぱおっぱい。い。おっぱい。厳密に言うと乳首。おい。はい。おい。はい。あー、落ちた。大丈夫よ。パパも落ちるよ。うわー、落ちた。大丈夫だよ。どうしてジャンプするよ。どっから？そっからジャンプするの？どうする？どうしたの？ジャンプす降りる？はい、じゃあたーちゃんさようなら。またね。またね。たい。降りたーちゃん元気でね。たい。はい、じゃあもう降りるのは諦めて落ちようしたい。えい、ジャンプする。はい、じゃあ。なんかおっぱいみたいなのおっぱいだよね、それね。降りてるの？降りれるよ。パパこうやってずーっとずり落ちて、はーい。こうやってスタン。こうやって降りるんだよ。ピヨン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 。えい。これ止まってるよね。これ間に挟まっちゃうんじゃない？うわー、これもだよ。おい、これ絶対これ見てるだけじゃなくて一緒に遊ぶ人いるで、遊んだらこれぐらり倒れたらどうすんだよ。人身事故発生、人身事故発生。大丈夫か、美術館というか作者というか。倒すなよこれ。っていうかあんまり使う人いないのかな、こうやって。今俺登ろうとしたんで、ほら。あ、そうなんですか。あ、そう。いや、作品だもんで一緒に遊ぶもんだとばかり思ってた。
いや作品と遊ぶ活動をしてきたもんで、世界中で。なもんで逆にこれ全部に書いといてもらわなきゃ最初から遊ぶもんだとばっかり思ってた。危なかったです。それだって倒れますよ。それでも普通は作品普通は作品遊びますよ。そうですか。遊びますよ。いないじゃないですか普通は。普通は作品遊びます。パブリックアートとか美術館の中に置いてあったらどうかわからないんだけど、これパブリックアートだから、この屋外の公共スペースに置いてある彫刻っていうのは遊ぶ用ですよ。いやそれはね、常識にもいろいろあるもんでね。でこれで誰かの命が救われたかもしれない。わし後で美術館に行っとくもんね、これ。ちゃんと固定しておかないと危ないって、いくら触らなくてもね。いくら触らないにしても何があるか、うっかりここに立ってる時に地震が来たら下敷きになって潰れちゃうからね。ゴッホゴッホゴッホ。免疫力が強くなる。命の力が強くなる。自然治癒力を高めよう。